で、今後ね、小本。ようやく来ましたな、本物にってことなんですが。そうですね。いやー、要は仏教ってもう悟りの境地の話ですから。要はここを話したわけですよ。悟りの境地っていうのがどういうものなのかっていうのを、要は話すのが仏教なんですよ。はい。でいきなり話すとっていうことだから、こうやって今まで長いことね、我々もやってきました。ようやく入ってくるんですが、ギリギリついていけるよって前回言いましたけど、とはいえかなりぶっ飛ぶんで引く人は引くと思うけど、何らかついてきてほしいなっていう感じですね。軽くね、最初の方は聞いていただいて。しゃあ、かかってこいや。いきますか。おい。十地湯十本第15章、同州将棋境外革命の大いなる轟き、勇者の総立ちで時代に同州将棋を。斉藤、いよいよ21世紀は目前です。私たちの語らいも本門に入ります。決意を一新して取り組んでまいります。池田、これからが本番です。光線ルフも共学運動も我らの底力を発揮するのもこれからです。これからが絢爛たる本門の中の本門の時代です。戦いを開始しよう。この座談会もいよいよ力を入れたい。諸君と共に私は仏法の真髄を語りに語っておきたいのです。遠藤、釈門から本門へ。そこには劇的な展開があります。というのも、本門に入るとそれまでの常識が大きく覆されるからです。その象徴となっているのが自由の菩薩ではないでしょうか。須田、自由の菩薩が出現するや、国上にいた菩薩たちは動揺のあまり疑いすら起こします。いわゆる同州将棋、執着を動じ疑いを生ずです。池田、彼らの驚き、衝撃、疑問、それは以前釈門の教えを信じてきた全ての仏教者の気持ちを代弁したものと言ってよい。同州将棋とはそれまでの信念が大きく揺らぐことです。いわば既成の世界観が根底から打ち破られるのです。人々が安住している価値観を劇的に打ち壊すことによって釈尊の本寺、真実の境外が解き明かされていく。須田、哲学は驚きから始まると言われています。またベルクソン、フランスの哲学者も精神が驚きから驚きへ進むと書いています。その意味で同州将棋は仏教思想の大転換を促す大いなる問いであったと言えるかもしれません。池田、それは深く捉えると人類の生命観、人生観、世界観、社会観を一変させる精神革命なのです。この20本と受領本第16に秘められている意義を掘り下げていくことは、岐路に立つ現代文明の病根に抜本的な治療を加えることになる。いうことで同州将棋がこれから起きますよと。来るぞ来るぞと。今まで常識と思ってたのがぶっ壊されるぞと。あらららら。そんなようなことですよね。心していきましょう。参りましょう。無料の菩薩が大地から登場。斉藤、では経文の流れを見ていきたいと思います。須田、章のタイトルとなっている十地湯術とは、釈尊の入滅後の商法の愚法者が大地の割れ目から湧いて出現したという意味です。地から湯術した菩薩なので自由の菩薩と言います。池田、滅後とは末法万年です。永遠性の未来ということです。遥かなる未来の果てまで人類をどう救っていくのか、この大いなる責任感が法華経には込められている。その責任と慈悲と知恵を体現しているのが自由の菩薩です。人類の境外を高める偉大な救済者群像です。その先駆が私どもなのです。すごいことだ。すごい使命の人生です。遠藤、自由の菩薩は湯十本の冒頭に出現します。ここまで法華経の発始本から安楽行本にかけては、釈尊が滅後の愚教を誰に託すかが中心テーマでした。将門たちは未来に成仏すると帰別を受けたのにもかかわらず、大変なシャバ世界を避けて他の国土で愚通を望んでいます。それに対して菩薩たちは漢字本で、三類の豪敵が出現しても耐え忍び愚教に励みますとまで請願しています。誰の目にもこれらの菩薩に妙法ルフのバトンが譲られるだろうと思わせておいて釈門が終了します。須田、
そこで20本の冒頭では他方の菩薩たちが釈尊滅後にシャバ世界で妙法を広めることを誓います。十方世界、すなわち全宇宙から集ってきた最高峰の菩薩たちの誓願です。釈尊が彼らに付属するだろうと誰もが思うような展開となっています。付属っていうのはまあ任せるっていう。斎藤、ところが釈尊の本物の第一声は誰もが予期していない言葉だった。闇ね善男子よ、あなたたちが法華経を誤示する必要はないと。その時国運に衝撃が走ったのではと思わず想像してしまいます。心臓が止まるような思いというか、皆釈尊の言葉に我が耳を疑ったことでしょう。ところがそれに続く釈尊の言葉はさらに皆を驚かせました。須田 A 釈尊は続けて語ります。なぜならばこのシャバ世界に6万豪華者の菩薩たちがいる。彼らが広めてくれるからだと。その時です。シャバ世界の全国土が陳列し、そこから無料の自由の菩薩たちが出現します。その姿はあまりにも荘厳です。身は金色に輝き、32層、仏に備わる32の理想的特徴を備え、無料の光明を放っている。池田、劇的な場面だね。実にドラマチックな登場です。大地が割れ、無数の菩薩が同時に出現する。しかも一人一人が黄金の輝きを放っている。一切経の中で10の菩薩ほど絢爛たる菩薩はないでしょう。あらゆる仏国土から集まった釈迦他方の菩薩ですら驚嘆している。大聖人は釈迦他方の菩薩と10の菩薩とを対比して、あたかも猿の群れの中に帝釈天が出現したようなものと例えられている。経文にも10の菩薩がどれほど尊いかを説かれているね。須田、はい、それぞれの姿は思念力は堅固にして常に知恵を言語し、種々の妙法を説いてその心に恐るるところなし。よく菩薩の道を学して世間の方に染まらざること、蓮華の水にあるがごとし、難問答に巧みにしてその心に恐るるところなく、ニンニクの心は欠如し誕生にして威徳ありなどと描かれています。遠藤、まるで仏の姿そのものですね。斎藤、ある意味で仏以上だったかもしれません。人々の目には自由の菩薩が人生経験の豊かな100歳の老人だとすれば、釈尊は25歳の若者に過ぎないと映ったほどですから。大聖人はこの自由の菩薩の姿を義義高く大きい様、堂々として尊高なり、釈迦他方十方の分身を除いては一切主上の全知識とも頼み立て祭りぬべしと仰せです。池田、泰山のようにそびえ立って全ての人々の拠り所となる真のリーダーということだね。須田、一人一人の菩薩は皆大衆のリーダー、衝動の主であり、それぞれ6万豪華者の眷属仲間を率いています。あるいは5万、4万、3万豪華者から1000、100、10人などの眷属を率いて出現します。1豪華者はインドのガンジス川の砂粒の数です。6万豪華者はその6万倍の数ですから、到底計算はできません。スーパーコンピューターでも無理かもしれません。これ想像できますって話で。1でガンジス川の砂粒でしょ。はい。だから湧いてきますやん、力。力湧いてきたその一人一人はみんなリーダーで、で眷属を率いてる。それが6万豪華者の、人たちを率いてる。でもその率いてこられたその一人もまたリーダーでまた6万豪華者のついてきてるって考え方だから、一人一人がリーダーで、それの一人一人に6万豪華者の眷属が仲間を率いてるってことだから、ものすごいですよね。その6万豪華者の数もすごいね。1豪華者がガンジス川の砂粒、もうガンジス川って範囲が広いからね、でかすぎる、それの6万倍だから、もう人間が想像できる範囲じゃない、頭ぶっ壊れますやんかこれ、でもその感覚が大事だってことですよ。これから、これは人間をちょっとなんつうの、
ちょっとバカになるような感じがして嫌かもしれんけど、この感覚をちょっと味わわせるための方面として捉えてもいいわけですよ。そういうことね、うんまあ、難しいけどこれあれかなと 3D で考えるととんでもない数を想像しんといかんすけど、時間軸も追加すると、まあ分からんでもないかなっていう気はするんですよね。そのどんどん後からも出てくるよ無限にみたいな、ずっと続くよっていう風な発想になると、まあそうねはいはいって感じはするっすわ。いいですね、ついてこれてる感じで飲み込もうと努力してる証ですもうぶっ飛んでますよねこの時点で。もう来たね。来ましたよね、はい、だからこの感覚を大事にって感じでうん一旦ね。遠藤、眷属とは狭くは仏の親族を指しますが、広く言えば仏の教えを受ける者すべてを指します。池田、そう10の菩薩の出現は決して無秩序ではない。勢いよく自由奔放でありながら、なおかつ整然たる後進の姿です。ある意味で理想的な組織の姿とも言える。斉藤、創価学会の組織は仏直の組織であるとよく言われますが、その意味を深くかみしめなければならないと思います。須田、10の菩薩たちはまず宝塔の中にいる釈尊と多宝如来のもとに詣で、次に十方の世界から集ってきた無数の仏たちのところへ行って、それぞれの仏をさまざまな形で参拝します。無数の10の菩薩が無数の仏に挨拶するのですから時間がかかります。経文には50小光という長い時間がかかったが、釈尊の神通力で蝦夷の人々には半日のように思わせたとあります。遠藤、よほど充実した時間だったのでしょうね。退屈だったら1時間でも無限のように感じます。いうことで、1項だってめちゃめちゃ長いですよね。1個だと1項っていつかやったの覚えがするけど、なんかあったけど、どんだけってやつ。1項ってのはこんぐらいどんだけの、50小項50小項の間、湧き続けて仏に挨拶していたっていうことが起きたってことが書かれてるんだから、わけわかんないでしょって話なんですよね。時間軸も考えて、やっぱ時間軸でもすごいことになってるなこれっていう。でも見てる方からすると半日ぐらいの感じだったっていうようなことも書かれてるっていう、なかなか法華経って面白いこと書かれてますよねこれ。すごいよね。あまりにもこう視点が俯瞰しすぎてるというか、怖っこれが書かれていた歴史、書いた人もいた。怖っって感じかもしれないだからこれはどういう意味なのかをね掘り下げていくことで現代に役立つ、荘厳な指定の姿に驚く。池田、10の菩薩が最高の儀礼によって仏を参拝するのは、実は指定不二の永遠の生命を参拝しているのです。永遠即今の充実した一瞬一瞬を生きているのが仏です。10の菩薩も本当は永遠即今を生きる仏です。仏と仏の出会いです。だから楽しいのです。だから50小光も長くはないのです。この後10の菩薩を代表して4人の大リーダーたち、上行、無変行、上行、安立行の四菩薩が釈尊と対話を始めるが、その対話は民衆救済という大目的についてだね。須田、はい。彼らは釈尊に合唱してこう語りかけます。子孫よ、傷病小能であり安楽であられるでしょうかと。斉藤、これは仏に挨拶する時の一種の決まり文句のようです。十方の諸仏が集まった時も釈尊に同様の挨拶をしています。ただ四菩薩は続けて、今救おうとされている者たちはたやすく導くことができるでしょうか、世尊を疲れさせてはいないでしょうかと尋ねています。池田、釈尊のみを心から案じている姿が表現されている。釈尊に甘い放題で時には疑ったり文句を言ったりする正門たちとは態度が全く違うようだね。次元は違うが私もいつも虎先生のご健康を気にかけていた。会えば必ずお疲れではないか、ご気分はどうか、それは気を使ったつもりです。そして虎先生はそれ以上に私の健康を気遣ってくださった。汗が出ている時など
大、早くシャツを着替えなさい。風邪をひく。と言ってくださった。ありがたい師匠でした。自由の菩薩と釈尊の会話では、お互いの心と心が通い合っている様子が伺える。一幅の名画のようだね。須田 A 釈尊は決して疲れてはいない。衆生を導くのは優しいことです。この諸々の衆生は過去世以来、私の化道を受けてきたのです。皆私の教えを聞いて、仏の知恵に入ったのです。と答えます。大丈夫、心配するな。必ず皆を救ってみせるから。という大恩情です。自由の菩薩は釈尊を称えます。素晴らしいことです。偉大な英雄である世尊よ。私たちも随記しますと。随記の心を起こす自由の菩薩たちを釈尊もまた称えています。遠藤、こうした対話を見て驚いたのはずっと法華経の絵座にいる弟子たちです。今まで見たことのない光景が次々と繰り広げられる。法灯が出現し、十方の諸仏が集い、国営が行われた。これ自体未曾有のことです。それでも何とか理解し、信じようとした。私でしたらここに至って頭が真っ白になったかもしれません。斎藤、その大衆の驚きを代表して弥勒菩薩が釈尊に質問します。この無料の菩薩たちは昔から今まで見たことがありません。世尊よ、どうかお話しください。彼らはどこから来たのでしょうか。何の因縁によって集まったのでしょうかと。